はい、YouTube、大野マン TV の大野マンです。決して無言べきではありません。今日私は先ほどの動画をご覧いただいたように、ハローワークに行ってきました。今日私がハローワークに行ってきた目的というのは、初回認定日を受けるためにでございます。過去のこちらの動画でご説明したように、失業保険、失業手当、失業給付金をゲットするには段階を踏まなければなりません。まず、ハローワークに申請する。そして2つ目が説明会を受ける。この説明会を受けるというのがこちらの動画の内容でございます。そして本日言ったのがこの3つ目の初回認定日。これが今日言った内容でございます。で、この後、もう1回来月下旬にも2回目の認定日を受けた後、ようやく念願の待ちに待った失業給付金をゲットできるという運びになってます。本日私がハローワークにていただいてきた書類はこちらになります。雇用保険受給資格者証でございます。2020年の3年前の時もいただきましたので、人生2枚目となる受給資格者証でございます。で、こちらに今回私がいただける失業給付金の内容が明記されています。まずこの中で注目したいポイントとしては、離職理由ですね。離職理由コードが今回私は40番となってます。これは自己都合で辞めた場合、この40番という数字になります。で、この離職理由コードの数字っていうのが結構大事で、なんで会社を辞めたのか、私みたいにコールセンターの仕事が合わずに辞めた負け犬野郎だったら40番となって、その後の給付期間、給付までの待機期間が2ヶ月間という制限が設けられます。ただし、もし会社が潰れたとか、解雇されたとか、上司のパワハラが原因で会社を心身ともに病んでしまったとなると、ここの離職理由コードも変わってきますし、その後の給付制限期間も変わるので、もし会社を辞めようかなと考えている方がもしいましたら、ちょっとすぐに辞表を出すのを考えて、ここに該当しないかをよく調べてから行動してみてはいかがでしょうか。で、さらにこの離職理由のコードが、あとですね、健康保険、国民健康保険にも関わってきます。会社を辞めたら当然、会社から入っている会社に入っている健康保険から国民健康保険へ切り替えになります。で、国民健康保険になると、今までの毎月の保険料が単純に2倍になります。これまでは会社と折半しているので、仮に1万円給料から引かれていた健康保険が国民健康保険になると単純に2倍の2万円になります。ただし、ここの離職理由コードが、その会社が潰れたとか、解雇とか、パワハラとか、そういう理由の場合、減額になる可能性があるので、もし辞めようかなと考えている方がいましたら、ちょっと踏みとどまって、詳しく調べてみてはいかがでしょうか。というのがまず1点目でした。で、次に、基本手当日額でございます。今回の私の失業保険、失業給付金の日額を発表しますと、5197円となっております。離職時の賃金日額が7299円となってます。こんなもんか。で、計算すると、約 71.2% を、離職時の賃金の 71.2% の金額が基本手当として支払われる予定となっています。で、最後、こちらの日額の給付日数でございます。今回私は90日間となっています。で、前職の派遣、コールセンターとその前の派遣の仕事を過去
2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していたので、私は今回90日最大でいただけるということになっております。ただし実際いただけるのは、来月の下旬もう1回2回目の認定日があって、その後ようやく支給されるので、初回の支給日は12月の中旬になります。なので、単純に失業手当の日額と給付日数を掛け算すると、単純に46万円ほど失業給付金をいただける計算となります。もちろん仕事が決まらなければの話です。私としてはなんとか仕事を決めたいかなという気持ちではいます。最後に、私の最近の一日の過ごし方をご紹介しますと、最近はめっきり生活習慣が乱れてます。はい。とにかく朝が起きれません。以前は6時半ぐらいに起きて準備して出かけてましたが、今は朝9時ぐらいに起きてますね。とにかく朝が起きれません。夜の寝つきも悪いです。一応12時前ぐらいには布団に入るんですけど、寝つきが悪い。そして夜中に目が覚める。そしてその分朝が起きないという悪い循環になってます。で、朝起きたら朝飯は今は食ってません。前は食べてましたけど、今は1日昼と夜の2食にしてます。お金もないですし。ただ、1日2食にしたせいもあってか、体重が2、3キロ減りました。ただ、1日中家にいるんで、体重、脂肪も減ったけど、筋肉も減ってると思われます。なので、なるべく1日1回は外に出て、近所を歩く、散歩するというのは心がけてます。あと、その他の時間としては、求人を見る。ハローワークの求人だったりとか、私が以前お世話になった派遣会社さんの求人サイトとかを見て、良さそうなのがあったらエントリーして、で、派遣の仕事も今2つエントリーしてますけども、何の返事も来ません。あとは、読書、本を読んでます。たまに本屋に行って、自己啓発系とか、企業に関する良さそうな本があったら買います。そこは買います。あとは、以前買ってあった本をもう一回読み返す。あとですね。その他は、Yahoo ニュースを見たりとか、YouTube を見たりとか、で、動画を作ろうと思ったら、動画を作るという組み込むという感じでございますね。これはこれで一日があっという間に過ぎてしまうという状況でございます。なので今、応募してまだ何も返事がない、派遣の仕事ではありますけども、来たら、良さそうなものがあったら、どんどん応募して仕事に結びついたらいいかなと思ってます。そんな感じでございます。ということで、もしこんな、無職のおじさんに、興味のある方はぜひ、チャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、これからますます秋となり、気温が下がってまいりますが、体調に気をつけていきましょう。ということで皆さん、バイバイ。次のお客様1名様、またどうぞ、テーブルです。味噌大盛りです。
ざいます。1900円になります。はい、200円になります。800円なんです。ありがとうございます。いやー、サイミン、いつ食べても、いつ来ても、いつ食べても美味しいそんなラーメンでございます。時刻はもう午後2時ということもあって、お客さんは誰も並んでいません。お昼の営業のラストオーダーは午後3時15分ということです。で、お昼に来たら、1時間は待ちます。でも1時半2時過ぎになるとすぐ入れるんで、食べたいと思っている方はぜひこの時間に来てみてはいかがでしょうか。